皆さんこんにちは、こんばんは、ホイコーローです。大言遊戯を、ご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、早速嬉しいニュースが出てきましたで、有名俳優、イケメン俳優の、佐藤健さんがですね、中国映画に出演するというところで、明日のですね、7月11日公開ということになるので、この動画作ってるのは7月10日になるので、今現状の最新情報をちょっとまとめております。ぜひですね、こういった海外で活躍される日本人応援を含めてですね、この動画最後まで見ていただけると嬉しいです。またこの動画をですね、気に入っていただければですね、チャンネル登録またはいいねよろしくお願いいたします。早速なんですけども、ですね、佐藤健くんがまさかの中国映画に出ちゃうっていうので、ちょっと私もですね、この情報を聞いてすごく最初ビビりましたね。すごいビビりました。というのはですね、今回出る映画がですね、カンフーサッカーっていう、英語タイトルになるんですけども、中国語をそのまま直訳すると、コンフー女族、カンフーの女性サッカーって形になるんですよね。日本語にすると、カンフー女子サッカーって形になるんですけども、この監督がですね、またね、すごい方なんですよ。周星驰っていう、スティーブン・チョウかな、確か英語名だったと思うんですけども、皆さん、もしかしたら見ている方はいるかもしれないんですけども、少林サッカーってご存知だったりします？めちゃくちゃ昔なんですけど、少林サッカーっていう、もうちょっと面白い、エンタメ寄りの、サッカー映画っていうので、中国、香港から出てきて、で、その監督、主演をしていて、監督もしていましたと。で、ある程度、時間も経ってきたので、その続編っていう意味で、今回の、ゴンフー女族という映画が、上映されるということになります。で、しかもですね、これがもう直近で発表されたばっかりに、中国国内の有名俳優さんはめちゃくちゃこう注目されたんですけども、特別出演っていうところにですね、出ちゃったんです。佐藤健くんがまさか出てるって。マジかと思って、って思って最初、なんか僕も流れてきたんですよ。で、なんかこう、最後のこう動画とかね、ティザー的な動画の、見てて、ああ、こういうこの人たちね、みたいな感じで、今の、一線をかける、こう、中国の俳優さんだと思って見てた時に、特別出演、佐藤健、みたいな感じにはなっているんですよね。で、この映画自体はですね、少林サッカーの、続編っていう立ち位置なんですけれども、ストーリーは全く別物ですというところになります。大体のストーリーっていうのは今出ている情報から、簡単に、まとめますと、まずは、女性サッカー、女子サッカーを題材にしています。で、なぜこの映画を作ったかっていうところでいくと、これ日本でもあったんですけども、男子サッカーに比べて女子のプロサッカーってめちゃくちゃ給料が安いみたいな事情があるんですよね。で、それを、やっぱりサッカー好きな監督からすると、そこを正したいっていうところのきっかけで、こういったテーマで、撮影していこうということで、作品にしていったところになります。で、ただ、少林サッカーの続編っていうところではありますが、全く違う話っていう風に今伝えられてはいるんですよね。で、どういうストーリーかというと、田舎にある、女子サッカーの、プロチームがですね、ちょっと経営なんだと。で、その中で、主人公の、方と、そこの監督になる方かなが、サッカーのルールに、カンフーの動きだったり、いろんなカンフーで少林だったりとか、あるいは、ヨンチュンって言われる、シュ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 ってやるような、そういった、見たことある方いるかもしれないですけど、そういったアクション要素を組み込みながら、どんどん、成長していきながら、個人の成長もあり、ラスボスって言われてる、設定上だと、アジアチャンピオンシップっていう形にはなるんですけども、タイガチームって言ったらいいんですかね、に挑んでいくというような流れとなっております。じゃあ、竹くんはどこに出るんだっていう話なんですよ。どこに出るんだね、皆さん気になりますよね。出ているところは分かっています。映画のですね、おそらく中盤から、後半にかけて、出演時間にすると20分ほどだという話が流れていて、で、それの、役回りっていうところでいくと、ラスボスのタイガチームのどうも監督らしいです。監督だそうです。
でもなんとなく私思ったのがですね、佐藤健くんってめちゃくちゃいろんな演技幅広いじゃないですか。で、シリアスの役もできれば、某アクション映画ですごくアクションをこなしている印象もあったりするので、この監督という意味で言ったら、両方の監督の役ができるなと思ったんですよ。要は、冷静に分析してめちゃくちゃ強いチームを作り上げましたっていうような、そういう監督もできれば、反面、なんていうんですかね、アクション絡めたような、例えばなんか空手的な何かでサッカーをやってますみたいな感じだったら、もう最高ですねと思って、ちょっと妄想を膨らませているような状況なんですよね。ただですね、現状としては、どういった役回りが佐藤健くんとして流れてくるのかとか、あるいは、どういった形で、他のストーリーが展開されるかっていうのはですね、現地だともう試写会も終わってはいるんですけども、明日7月11日に、中国全土での公開っていう形になります。これは世界最速公開っていう形にはなりますね。で、日本に関してはですね、これからっていう形にはなっていて、正式情公式情報というところにはなるんですけども、8月以降に、随時公開っていう形にはなります。で、日本はいつになるのかというのはまだ分かっていなくて、おそらく、年内に上がるんじゃないかなっていうことだと思うんですよ。というのは、佐藤健くんがいるっていう時点でもう上げなきゃいけないでしょっていうふうに思ってて、ね、映画館で見たいでよ。だって私もね、ネフリもいいし、アマプラもいいし、なんかレンタルしてもいいんだけど、やっぱり大画面でちゃんと活躍している佐藤健くんを見るっていうのはですね、一日本ファンからすると、これはすごく大事なことだと思ってるんで、この映画が公開されれば、ぜひともですね、皆さん、劇場に足を運んでいきたいなというふうに私は、お勧めしたいと思っています。いろいろとですね、ちょっと前半に、佐藤健くんのところを含めて、ちょっとこの映画が果たしてどれだけ面白いのかみたいなところも、ちょっと深掘っていきたいなというふうに思っていて、まずですね、これ映画ってめちゃくちゃお金かかるじゃないですか。なんで、ちょっとこの投資額って言われてる金額っていうのがですね、3.8 億元。で、日本円にすると、74億円っていう形になるんですよね。めっちゃ投資してんなっていう感じなのと、あと、特撮だけでも 1.9 億元なんで、約半分ぐらい、3分の1か。を、そういった CG だったりとか特殊撮影っていう形に当ててはいるんですよね。なんで、まず多分日本の映画だとなかなかちょっとここまでのバジェットで投資するっていうことはなかなか、難しいかなと思ってはいるので、そういった、映像だったりとか構成だったりっていうところも一つ見どころかなというふうに思っています。さらにですね、もうキャスト勢がこれめちゃくちゃ現地だとすごいんですよ。ちょっと写真も出しますけど、DD ルーパーっていう、今中国で最も、人気があって美しい、アジアの確かなんか美しい顔にも選ばれてるんだったかなの、女性俳優が、まず主演のうちの一人ですと。で、彼女も今回の作品ね、めちゃくちゃ強いんですよ。何が強かったかっていうと、やっぱりその綺麗な方なんで、もうすごいほっそりとされてるイメージがあるんですよね。で、その方がですね、今回の映画のために筋肉あるいは体重を、最終的に8キロ増量して、よりスポーツマンっぽく見せるための努力をしてきたと。いやでも女優で8キロってめっちゃやばいじゃないですか。で、それをやって、そういうより観客見てくれる方が、この方、この子たちがちゃんとサッカーやってるんだぞっていうような、それだけの気合を入れて役回りを挑んでるっていうところがまず素晴らしいなと思ったのと、もう一つはですね、今回、さっき、冒頭でも話をしたんですけども、中国の女子サッカーの実情っていうところを、どんどんそこの映画の中に要素として反映していきたいっていうところになるので、今回の、出演になるのか、あるいはそういった監督的な、役回りになるのか、ちょっとまだ確定はしていないんですけども、中国のプロ女子サッカー選手の37名も、出演あるいはそういった演出に関わっているというところで結構ガチなんですよね。なんで、その中で、割と、高めのクオリティのサッカーの要素、プラス、特撮、で、なおかつアクション的な要素をうまく織り交ぜながら最終的に映画として、我々の目の前で見れるんじゃないかなというふうに思っています。
でですね、たけるくんのね、役回り、これね、試写会からね、出てきているというところになるんですけど、あの、サッカーの、要は対峙する、女子サッカーチームというのは、中国チームなわけじゃないですか。その中でめちゃくちゃこう、カンフーとか情熱的なこう、アクションとタタタターって多分やると思うんですよ。なんですけど、なんかね、たけるくんはちょっとシリアス役なんじゃないっていう話が出てるんですよ。いや、本当に、今のところ、ちょっとSNS の情報なんで推測に、からではしないんですけども、佐藤健くんの、そのところは、どうも頭脳戦的な役回りだと。で、非常にこう、クールな雰囲気を持っていて、すごいかっこよかったっていう風に言っているので、敵役ながらも知的な何か、あるいはシリアスな何かっていうところの、そういったキャラクター作りなのかなというふうには、伝えられています。なんで、個人的にはね、もうちょっとね、佐藤健くんのこう、アクションみたいなと思ってはいるんですけど、ちょっとそうもいかず、今回の役回りとしてはちょっとシリアスな、あるいはそういった頭脳的な頭脳派として、佐藤健くんが見れるという形にはなっております。で、ここからはですね、大言遊戯のですね、見どころですよ。何か落ちてないか SNS にっていうところなんですけども、ですね、結論から申し上げると、今回のスティーブン・チャウ超新中監督っていうのはですね、めちゃくちゃこう、もう厳しい人で、何にも映像出すなと。もうピザのもの以外何も出すな、試写会ではもう携帯没収しろだ、そういう指示がいっぱいあったらしいんですけど、結論申し上げると、ちょっとだけやりました。ちょっとだけ。だけどね、これで、どうなんだろうと思って、本当かなっていうのは、佐藤健くんの、ファンの皆さんにもちょっと聞きたいんですけど、どうも深センに、撮影で入ってる時の写真が出てるんですよね。ちょっとご飯を食べて、お弁当かなを食べてる、佐藤健くんを、撮影したスタッフがちょっとネット上に流したみたいな感じにはなるので、この写真だけだとちょっと判断しづらいなと思っているんで、もしその佐藤健くんのファンがこの動画見ていただけるのであれば、これ本物なの、あるいはちょっと昔こういうところでありましたよっていうので、ちょっと教えてください。ちょっとさすがにこれは私も判断しづらい部分があるんで、皆さんぜひちょっと教えていただけると嬉しいです。はい、ということでですね、7月11日ですね、明日、中国本土で公開される、ゴンフーニューズ、カンフーサッカーっていう、英語名の、映画がですね、佐藤健くんもですね、特別出演というところで、急遽動画にさせていただいて、で今出ている情報がですね、テキストベース、SNS ベースでちょっと一回整理整頓させていただきました。現状ですね、非常に楽しみだというふうに私は思っていますし、佐藤健くん自体が直近いろんなね、嬉しいことがあったと思いますんで、これをきっかけにですね、さらにですね、アジア含めて、グローバルに羽ばたいてほしいなというふうに思っております。ぜひ彼を応援していきたいと思います。今日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしたいと思います。この動画を気に入っていただければですね、チャンネル登録またはいいねをお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。